そって食べて成長するゲーム恐怖の色開発進捗動画第7回です。よろしくお願いします。今回は何を紹介するの？今月はイベントのムービーを作ったりマップに配置するギミックを作っていました。ムービーを紹介しちゃうとネタバレなのでギミックを紹介していきます。まあ一番時間かかってたのはムービーなんだけどね。ムービーむずいよ。1個目のギミックは壊せる壁を作っていきます。壁を消すの自体は当たり判定と見た目をなくせばいいだけ。これでよし、完成。おい。冗談はさておき、これだと壊してる感がないので、いろいろと演出をつけていきます。まずはショゴシちゃんのアニメーション。押し割るようにしようと思ったけど地味なので、作業配信でもらった意見を採用してドリルで掘る感じに。浄化と前後の動きは、プレイヤー視点だと背中に隠れて意外とわかりにくいので、大げさにつけてます。ループの感覚で、壁にダメージ処理を読んで、耐久値が0になったら、触腕が突き抜けて壁が壊れるイメージ。壁のエリア内に入ったら、プレイヤーカメラからライントレースを飛ばして、トレースがヒットした状態でいいキーを押したら壊す対象とします。まあ要は、近づいて壁を見ていいを押したら OK。アニメーション再生のためにちょうどいい位置と回転にキャラがワープします。次は掘り進めるので触腕が当たる中心からひび割れが広がっていくようにする。日々のテクスチャを作るためにブレンダーでそれっぽいスカルプトブラシを自作。これを組み合わせてこんな感じ。パターン一つだけなのにそれっぽくなるものね。思ったよりなんとかなった。ここで作ったノーマルやらカラーテクスチャに半径をいじれるようにした円形マスクをかけるとこうなる。マスクというのは表示するかどうかの境目を白黒で表現したものだと思ってもらえればここでは OK。壁の耐久値とマスクの半径を連動させてひび割れが広がるのを表現します。あとは壊れた時の瓦礫をナイアガラで表現して例によって DSP で作った音をつけてやれば完成。壁を壊して移動ルートを開拓できます。お、結構派手ね。それっぽさを表現するのはいろいろと組み合わせて大変なんやなとゲーム制作初めて実感したね。そういえば衝撃でカメラが揺れるみたいな表現を今までほとんど使ってないのは何かポリシーでもあるの？カメラ揺れは強力な表現なんだけど個人的に揺れを多用したソロゲーって画面酔いするのもあってどうしても必要なシーンだけで使うつもりです。強力でも使いすぎると刺激薄くなるしなぁというのもある。ギミック関係で他に作ったのは地味ですがプレイヤーもドアを開け閉めできるようになったり物を掴んで盾にしたり振り回せるようになりました。振り回す処理はプレイヤーの見てる方向を取得して触腕の制御点ごとに遅延をつけて反映させてやることでブンブンしてる感を出してます。クリーチャーを操作するのに左クリックを押すばっかじゃ味気ないなぁという思いがずっとあってちょっと特殊な操作感を取り込んでみた。これカメラ揺れどころじゃなく画面酔いするのでは。作ってみたものの現状操作感が終わってるので多分視点移動以外で目標位置を取得する方法に変える予定。今回はこんなところで終わりです。お疲れ様。今回短めね。他にも色々やってたんですが、最初に言った通りネタバレ的に紹介しにくい作業だったり、まだまとまった説明しにくいものだったりで。まあ今後も月1で何かしらの進捗報告はしていくので、よかったらまた次回も見てやってください。それでは、最後までご視聴ありがとうございます。